はい、歴史クラブです。本日もご視聴ありがとうございます。今僕は相模線の厚木駅にいます。懐かしいな。30年ぶり。あの頃は右側のこのホームはなかったんです。橋本行きも茅ヶ崎行きも全部向かいのホームから乗車しましたが、現在は使っていません。気動車全盛期の相模線は海老名駅がまだなかったので、列車の交換はここ厚木駅に隣接する信号所で行われました。僕の記憶では国鉄民営化の前日に海老名駅が誕生し、それからほどなくして電化されました。いいですね、ブレーキ感快音。それでは海老名駅までたった一駅ですが、相模線の全面展望をご覧ください。ここで線路は分岐して、橋本行きは左側を通ります。ここは厚木信号所。あの頃は茅ヶ崎行きの気動車が右線で待っていました。次は海老名です。小田急線と相鉄線はお乗り換えです。The next station is 海老名。Please change your for the 小田急 line and the Sotheby's line。僕が小学生だった妹と青梅線沿線に引っ越した大好きだった祖父の家に遊びに行くときに利用したのは50年も前のことです。あの頃は非電化で車両はキハ10系とキハ30系の混結でした。僕はロングシートのキハ30系を避けてクロスシートのキハ10系に乗りました。クッションが悪くボコボコした椅子でしたが、クロスシートの車内が大好きでした。もっと昔、60年近く前、横浜の綱島に住んでいた僕は祖父母の故郷長野県の伊那市まで中央線でキハ55系の急行気動車にたびたび乗せてもらいました。その時のクロスシートを思い出していたんですね。クロスシートとしてはレベチでしたが、そうそう、次に止まる海老名駅って1987年までは駅がなかったんですよ。僕は祖父と一緒に小田急の海老名駅のホームから目の前約200メートルの草むらの中をコトコト通過していくキハ10系を、あれなんだろうって眺めていた思い出があります。その後、祖父と父の大人の事情で一家は離れ離れになるのですが、僕と妹が祖父母に会いたい一心で相模線を使って訪ねてしまったことがきっかけで、その後祖父も父も仲直りしたんです。そんな思い出の相模線、今回は205系、乗った記憶はないけれど、そんなこんなで懐かしい相模線の電車をいじります。海老名駅に到着しました。はい、今回はこちら相模線の205系500番台です。久々にマイクロエースの車両を購入しました。もしかして電吉クラブでマイクロエースの車両を加工するのって初めてかな。最初の頃に小田急3000系 SE 車の紹介はあったけど、今回はこのセットをコレクションに加えるために加工したいと思います。相模線、最近 E131 系っていう新しい車両になりましたが、その前に活躍していたのが205系500番台だったんです。僕はディーゼルの頃の相模線はよく乗っていたんですが、祖父母が亡くなってからはすっかり乗らなくなりました。だから相模線の205系時代ってあまり知らないし、思い入れも弱いんですが、地元神奈川の車両として模型で残しておきたいなって思ったんです。じゃあ開けます。この箱、ここが硬いの。バキッといきそうなほど硬い。まだ買ったばかりだからバキッとならないですけど、すぐに壊れるのは分かっていますから、まず箱を入れ替えたいと思います。その前にちょっとインプレッション。こんなになってる。車体のステンレスが素晴らしく輝いていますね。窓周りの銀が梨地調、落ち着いた銀になっているので、両者の
コントラストがいいですね。そしてお顔は鋼鉄製で銀塗装なので、前面の銀はさらに色調を変えていて、やりすぎなんて思わなくもないですね。これを電吉コレクションに加えるにあたってはウェザリングして、それからこれヘッドライトが白らしいんですが、ほら実物も点検後に白くなったらしいんですが、これは電球色に戻したいなと思うので塗り替えましょう。それからモハ205のパンタグラフですね。変な上がり方だよね。これシューがどうでしょう。平らにならないかな。ならないね。これはひし形の時代に戻すことにしましょう。その上でウェザリングしたいなと思います。前にトミックスの相鉄12000系を買った時にコンパニオントレインとして買っていた加藤の E233 系造血セットの箱が余っていました。なのでこれを使いましょう。相模線は他に一緒に入れる車両もないので、これを相模線用に直します。では早速引っ越しです。クハ205、モハ205、モハ204、クハ204です。このビニールはもう不要です。加藤の収納箱はとても丈夫で30年40年経っても破れたり切れたりしないので、僕は全ての車両を加藤の箱で収納しています。マイクロの箱は基本処分ですが、説明書は取っておきます。それから何だろう、修理申込書、これは取っておかないと心配ですね。マイクロだから。それから行き先方向幕のステッカーですね。これはちゃんと貼り付けないとね。それからこの写真、新収納箱に入るサイズにして一応保管しておきましょう。カッターでズバズバ切ってしまいます。これと説明書は加藤の4両箱に入れるために2つ折りにしました。それからシールと修理申込書を保管します。これから車両加工をするので、シールは適宜貼りながら進めますから、ここにこうやって入れておきましょう。それでは車両加工を始めましょう。まずは車体を分解して模型の構造を確認します。早速ライトユニットが外れてしまいました。車体側から丁寧に外して床板側のユニットに戻しておきましょう。屋根がボディと一体成形になっています。外せません。屋根にブラウンの墨入れカラーを流すのがちょっと面倒です。クーラー、足を裏から溶かして固定させています。クーラーはなんとか引き上がすことにしてベンチレーターは取らないで進めましょう。それからこちら、行き先表示器の LED が明るすぎです。光りゃいいってもんじゃないんだけど、レンズの裏から黒か何かで遮光しないとどれがヘッドライトなのかわからなくなっちゃいます。こうやって行き先表示器のレンズの裏からミスターカラーの黒を塗って LED の光源を抑えます。そうしたらレンズユニットに行き先を貼りますが、205系時代だけに存在した八王子行きを選びました。現物の窓とレンズに行き先表示位置を確認しながら作業をしています。なかなかドンピシャには貼れないんですがね。ではもう1両のクハに貼ってしまいます。先ほど確認した位置に貼っていきます。はい、こんな感じです。そうしたら一番右側に相模線と表示した窓が来るので、そこには相模線と書かれたシールを貼ります。目印も何もないのですが、ほら、なんとかこんな感じに貼れました。それでは通電テスト。
どうでしょうか。一番右の相模線と書かれた窓が明るすぎですが、まあこんなもんでしょう。それとヘッドライトは電球色時代にしたいと思います。レンズの先にミスターカラーのクリアオレンジをちょんちょんと塗ります。するとどうでしょう。電球色らしく見えますよね。では車体をかぶせて確認してみましょう。ああ、いいですね。電球色のシールドビームに戻りました。光漏れが一部気になりますが、マイクロエースはこの辺りが限界です。スカートのここ黒なんですよね。模型ではスカートプラの成型色のままなので、黒の部分に色差しします。ここです。ちょっと奥まったところにあるボディからのスカート支柱の部分です。実物通り面相筆で黒を塗ります。表、横、裏から黒を塗ります。こんな感じ、いい感じになりました。カプラーですが、トミックスご自慢のこちら45周年記念45個セット、全然使ってなかったのでこれを使いましょう。では早速アーノルドカプラーを外して TN カプラーに交換です。一旦台車を外します。マイクロエースの台車はこのように台車マウントカプラー部分を別パーツで台車に取り付けてあるので、ボディマウント化したいときはそれを外せば OK なんです。外したので台車を床板に戻します。動力車の場合はカプラーステーが台車の外側からはまっているので、爪をこじって外すとカプラー交換できます。いよいよ屋根上のウェザリングに行きますが、クーラーが邪魔なので内側からクーラーの足部分をグッと押して外します。屋根上なんですけど、屋根は外れないので肩に沿ってこうタミヤのスミーレブラウンを流していきます。こっちもですね、屋根の肩に沿ってこんな感じです。塗料が垂れて欲しくないボディ側を高くして塗っていますね。万一垂れてもこうして素早く指の腹で拭き取ってしまいます。両サイドに流したら、あとは屋根上の中央部にご覧のようにスミーレカラーを流していきます。塗っているというよりはけ先に多めに塗料をつけて流しているって感じですね。流し終えたらキムワイプで余分な塗料をポンポンポンと拭き取るんですが、ボディサイドに流れた塗料があればこうして拭き取っておきます。屋根の片部分もこんな感じに拭き取っておくといいでしょう。はい、どうでしょう。スミ入れの効果が一目瞭然ですよね。いい感じになったと思います。パンタ付きのモハ、こんな形のいびつなパンタは取ってしまいましょう。後で加藤の PS16B と交換します。はい、4両とも終わりました。どうでしょう。うっすらと茶色く汚せましたね。それではここに黒も流しましょう。それではパンタの配管部分にスミ入れブラックを流します。毛管現象で塗料は自ら配管脇に流れてくれるんですよ。こんな感じに作業を進めます。そうしたらつま面側にあるパンタ配管にもスミ入れブラックを流しておきましょう。次はベンチレーターの通風口にもスミ入れブラックを流します。マイクロエースの車両はベンチレーターが外れないので屋根につけたまま塗らなければなりません。そうなると万一にも塗料が垂れないように僕はこうして車体を逆さまに持ってスミ入れブラックを塗っています。ステンレスのビードのある屋根って黒が垂れると取れない。それでは次はスカートのスミ入れです。僕はご覧のようにタミヤのスミ入れダークブラウンでスミ入れしています。スカートの裏側、
表側、下側、まんべんなく塗料を流しますが、もともと調色が薄いので、ほら、こんな感じです。スカートが終わったら、ダミーカプラーにも墨入れブラウンを流します。自然界で真っ黒なんてありえませんから。活躍する車両には走ることで風を受け、埃をかぶり、雨に打たれます。ウェザリングはそうした証だと僕は思っています。次はクーラーにも墨入れをします。ギンギラ銀一色だったクーラーに墨入れブラックが流れるだけで、どんどんかっこよくなる様子をご覧ください。墨入れの効果を最も感じていただけるパーツだと思いました。中央のファンのところにも墨入れします。マイクロエースのクーラーは今時の製品にしては珍しく、ファンの表現がありません。加藤のクーラーに交換しようかとも思いましたが、在庫がなかったので墨入れブラックでごまかしました。ベンチレーターのへこみモールドにも先ほど墨入れブラックを流しておいたので、はみ出し部分を拭き取ります。綿棒にエナメル溶剤を含ませてベンチレーター上にはみ出した黒を拭き取ります。綺麗に仕上がりました。クーラーの墨入れが乾いたので、集中クーラーを屋根上に戻します。外すときに足をこじっているので、ここは合成ゴム系接着剤の力を借ります。あとは足に太い細いがあるので、穴と向きを合わせながら取り付けます。合成ゴム系接着剤、とても便利なので僕は愛用しています。はい、4両ともクーラーが戻りました。パンタグラフですが、ひし形時代の可動性 PS16B に交換します。すでにクレオスの軍艦色 ② に塗ってありますので、足元の外紙部分に白を塗っています。とても目立つし、かっこよくなる塗装なので、面相筆で丁寧に行います。そうしたら屋根に取り付けますが、加藤の取り付け足とマイクロの穴位置が全く合いませんので、ここは足を切り取って合成ゴム系接着剤を使用します。とても稚拙なやり方ではありますが、ゴム系接着剤はパンタグラフを屋根に乗せてから微妙な曲がりや足と台座の位置合わせなど自由に修正ができるところがあっぱれなんです。最後にシューにゴールドを塗ったら出来上がりです。はい、できました。こんな感じの仕上がりになりました。最後にエアブラシでパンタ周囲の汚れを塗装します。エアブラシは使用後の清掃がめんどくさいので、できれば使いたくないのですが、架線とパンタが釣り合って飛び散る汚れの表現にはこれに勝るものがありません。こうやって向きを変えながら四方からエアブラシで墨入れブラウンをつけます。やっぱりエナメル系の塗料なら失敗しても拭き取ってもう一度やり直しができるし便利なんです。はい、どうでしょう。パンタグラフの周り、なかなかいい感じにできたと思います。これでいいことにしましょう。そうしたら床下や台車周り、カプラー部分にも墨入れブラウンでエアブラシをしていますね。例によって台車両脇にマスキングボードを貼っているだけのいい加減なマスキングですが、これで良いことにしています。出来栄えはこんな感じですね。台車とか床下機器とかが黒いプラの光沢からうっすら茶色になりました。動力車の方はどうでしょう。こちらの方が床下にプラが多く露出していたので効果を感じますね。
最後に側面の行き先表示器にも八王子行きのシールを貼って完成です。おしまい。はい、相模線205系500番台の電吉コレクション化加工が終わりました。こちらからクハ205、モハ205、パンタ付きですね。で、パンタなしがモハ204、橋本より先頭がクハ204になります。ということで、偶数と奇数で形式ナンバーを変えてきたところが珍しいところでしょうか。前面が左右非対称で貫通扉をつけてきた205系のシリーズの中でも異端児といったところです。相模線のクハですね。向かって左側が茅ヶ崎寄りのクハ205、向かって右側が橋本寄りのクハ204になります。205系電車ははじめ山手線に投入され、横浜線、南武線、埼京線に投入され、磐梯区分はありませんでした。その後、京葉線、武蔵野線にもメルヘン顔と呼ばれるグループが投入された後に相模線用の500番台が生まれました。この電車が投入される前は非電化だったところから大きくイメージチェンジが図られたものと思われます。左右非対称で貫通扉付きも新生相模線をアピールしたデザインだったんでしょうね。かっこよかったんです。前照灯と尾灯を前面下部に配したところは京葉線用に準じましたが、角型になったことで印象が大きく変わりました。そうそう、生まれた時からスカートを履いていたのも205系では500番台だけだったんですよ。電化された相模線、期待を背負った205系500番台はそれから約30年間相模線の顔であり続けたんです。続いてモハです。パンタグラフがある方がモハ205、パンタグラフのない方がモハ204になります。このブルーとスカイブルーの帯が相模線のラインカラーになりました。こうした地方線にいきなり新車投入、 JR 東日本の意気込みを感じたものでした。ちょっと小さくて見えないでしょうか。扉の横に半自動ドアの開閉ボタンが印刷してあります。これは電化されたとはいえ相模線は単線で列車交換もあり、停車時間が長くなることも考えた対策で、それまでのキハ30系から引き継いだものでした。乗降着数の少ない駅では必要な扉だけを利用者が開ける、合理的だったんです。先日 SRC の運転会に行くのに久々に橋本まで乗りましたが、利用者が多くて嬉しかったです。模型ではシングルアームのパンタグラフがついていましたが、登場時のひし形に交換しています。それから帯の色が変わったと書いてありましたが、いろいろ写真を見ましたが僕には分からなかったのでそのままとしています。はい、それではコレクション箱の外装を仕上げます。箱の表紙と背表紙を印刷してきたので早速切り取ります。僕はエクセルで作っていますが、色は図形のカラー選択で色サンプルの中から一番濃いグリーンを選んでいます。映像では裏に両面テープを貼っているところですが、100円ショップの両面テープには変質してしまうものもあるので、最近ではホームセンターの両面テープに切り替えてテスト中なんです。結果が出るまで1年くらいかかるんですよ。そうしたら表紙を貼る位置にご覧のようにボールペンで印をつけて、それを目安に貼り付けます。表紙は窓より周囲5ミリくらい大きめに作ってあるので、それを考慮しながら貼る位置を決めています。貼るときに自分で記したボールペンの線と
もともと書かれている製品名の位置などをよく見ながら貼るんですよ。次は背拍子。あたた、下の白が隠しきれないので貼り直します。反対側から貼った方がいいみたいですね。はい、できました。表紙と背拍子は一度パソコンで作っておくとフォーマットとしてどんどん展開できます。便利な道具はどんどん使わなくっちゃ。あとは背中の写真です。撮影する時の向きや角度などを標準化してあるのと、切断時にはテンプレートを使っています。まず左側の基準線を切断します。電車の顔から約 3mm の位置で切ります。こうですね。裏側は仮なので適当な位置にカットしておきます。下側は再び基準線なのでスカート下 3mm の位置で最初の基準線に対して直角にカットします。そうしたらここにテンプレートを当ててカットします。こうですね。テンプレートを左側の基準線と下側の基準線に合わせてこんな感じにカットします。2枚ともカットします。はじめは縦何ミリ横何ミリと測ってカットしていましたが、テンプレートを作って面倒ないちいち測る手間を省略しました。僕は N ゲージの収納箱全数にこうした外装をしますので、手間は少しでも省くという考えでやっています。こうですね。はい、そうしたら裏紙を剥がして真ん中からカットして収納箱に貼り付けます。貼り付ける時も隣に過去に作ったサンプルを用意してそれを手本に位置合わせするようにしています。今回の動画は動力のチェックだけしてお別れです。ちょっぴり動作にギスギス感がありますかね。加藤のモーターのようにはいかないようです。でもまあちゃんと走ってくれるのでよしとしましょう。今回はレイアウトを走行するシーンがなくてごめんなさい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。